案内人の大輔と申します。本日のお話は、熱田神宮、草薙の剣を守ったと語られる女性、宮津姫についてお話をしていきます。愛知県にある熱田神宮。ここは草薙の剣をお祭りする神社として知られている場所です。そして、その剣の物語の中で、とても静かで、とても大切な場所にいるのが、宮津姫の命です。神話では、彼女は人として語られることが多い一方で、神社では神としても祀られております。物語の中でも、信仰の中でも、剣が残るための時間を背負った重要な人物だったのかもしれません。今日はこの人の選び方を見に行きます。宮津姫は、大和武の命の妃として語られる存在です。英雄と呼ばれる存在のすぐそばに、でも彼女は前に出て語られる役ではなかったのかもしれません。彼女が担ったのは、戦うことでも勝つことでもなく、託されること、守り続けること。そしてもう一つ。この物語の核は、おそらく、待つことなのかもしれません。草薙の剣は、大和武の物語の中で、戦う武器というより、守るべきものとして描かれているように見えます。そして、その剣がどこで止まり、誰の時間に渡ったのか、ここが今日のポイントになるのかもしれません。大和武は東国の旅を終え、尾張の地で宮津姫を妃にしたと伝わっています。そして、その後に向かったのが伊吹山。ここで物語は静かに分かれ道に立つようにも見えます。大和武は伊吹山へ向かうとき、草薙の剣を宮津姫のもとに置いたまま旅立ったと伝わっています。持っていかなかった。預けたとも言えます。剣は彼女のそばに残されたと考えると筋が通るのかもしれません。ここで宮津姫は選びます。一緒に行くではなく、残る、待つ、守る。守る思いを持って自分の場所に立つことを選んだ、そうなのかもしれません。不安を抱えたまま、結果の見えない時間を一人で引き受け続けること。季節が巡って何も起きない日がただ重なっていく。待つのは弱さじゃない。守るための時間です。伊吹山の出来事の後、大和武は衰え、旅の途中で命を落としたと伝わっています。つまり、尾張へ戻れなかった。だから、草薙の剣は宮津姫のもとに置かれたまま残ることになったと考えられるのかもしれません。宮津姫は報われた人ではなかったのかもしれません。でも、草薙の剣は今も熱田に残っている。それが答えの代わりになるのかもしれません。前に立つ人と後ろで支える人。どちらが欠けても物語は続きません。目立たない時間でも何かを守っていたことがある。あなたの待った時間ももしかしたらそうだったのではないでしょうか。今日の物語がそのことを
思い出すきっかけになっていたら嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。次回は、大国主の御事と共に、国づくりを行った小さな神、宿儺彦名の御事についてお話ししていきます。またここで。